クリズモ。周囲全方向からの波が発生するも無事乗り切ることに成功した私レイム。さらなる戦力強化でバリスタ兵をアンロックするためポイ活も開始。今回も頑張って厳しい世界を生き抜くぞー。さて夕方になり今夜の波の予報を確認。今夜は薄い隣の壁と箱根と新井の関所だな。ムマが来る前にささっと壁を追加強化。2段階強化壁40構造、石工ギルドの研究で耐久も上がったしかなり硬くなったぜ。さあ波の時間だ、皆の者、攻撃始めー。最初は様子見の肝牛少数。続いてキモタウロス自爆肝虫と普通の肝虫の混成群、遅れてデカ肝虫。この程度なら楽勝だな。波が発生する直前に追加で作った壁だけで防げそう。あと3枚壁を破られなければ足場に到達されない。これはかなり安心感あるぜ。我らの壁は、世界一いい。箱根関所の方も似たような戦況。石工ギルドの研究で壁耐久上がったのが効いたようだな。壊されなければ石材節約できたし、もっと早く導入しとけばよかったかも。だな。薄い隣の壁もトゲトゲのおかげかいい感じに敵も誘導できて一方的な状況。ムマどもの戦力が大幅に増えない限り、小屋当分平和な生活が送れそうだな。よーし、第22の波、楽勝。4ポイントゲット。石工ギルドの研究で思い出した倉庫の研究忘れてた。がっつりとやらかしい。これらの研究で保管量や資源の採集速度が上がります。大事なやつじゃねえか。糸かなし。でもその前に石工ギルドの熟練の石工の研究を開始。壁がさらにカッチカチやで。そしてレイムはこのまままた倉庫の研究のことを忘れ、放置するのであった。うちのレイムさんは鳥頭です。倉庫の拡張なんて後回しだよ。足場タワー先輩がいれば在庫量など問題なーし。強い風吹いただけで大惨事になりそう。攻撃兵、お前高い位置の仕事向いてないんや。明日から旧兵としてやり直せー。こうして攻撃兵はスーッと消え去っていった。で夕方となり、本日の波は薄い箱根新井の三関所。薄い隣の壁から関所に兵移動するだけで済みそうだ。今夜の壁は研究の結果さらに硬くなっている。何も恐れることはない。害虫駆除の始まりだー。少数なら敵が壁に触れる前に蹴散らせる。壁を破壊させるな。被害最小を目指すのだ。おっとトゲトゲのある右側にも肝虫ども入ってきた。旧兵少し移動して対応よろ。荒い関所の方は安心の安定感。壊されても縦積み3マスと1マスをダーッと並べるだけでメンテも楽だし、エクストリーム難易度でももはや楽勝だぜ。箱根関所も安定の早送り案件。横幅が少ない分攻撃が集中して壁壊されやすいけど、その分資材少なく分厚くできるので問題なし。はい薄い関所の皆さん、処理遅れてますよ。右側の処理の応援お願いしまーす。右側の角が回り込めば壁薄いからそこを狙われたかな。四角に入られ若干面倒だったけど、23の波も、楽々勝ったどー。4ポイントゲット。右側を攻められるの地味に迷惑だったので、壁修理のついでに埋めときましょ。見た目がガタガタになって気持ち悪いが、防衛のためなら致し方なし。壁の被害が少なくなったおかげで、石材在庫タワーも順調に成長。修理できる在庫がある安心感。足場タワー先輩は存在感がすごくて圧迫感がやばいので、他の場所にも在庫置き場を確保。木の足場が破壊されることはほぼないし、トゲも使わんし木材の使い道がなくなってきたぜ。んな感じでちょい手直しだけでもう夕方、今夜は薄いと箱根の2カ所襲撃。集中する分馬の数は多そうだがまあ余裕だろ。さあ薄いの右側は強化した、馬の進路はどうなるかな。お、肝牛襲来、ちゃんと左側を攻撃してくれてるぜ。また右に来るかと思って旧兵右に集まってもらったけど、左に移動お願いしまーす。これもしかしたら、ユニットの配置位置でも襲撃進路変わるのかもしれんな。で箱根関所の方は敵がうぞうぞ来てるけど問題なし。デカキも虫いっぱいだけどまだ処理しきれるレベルだぜ。薄い関所のおかわりも全部左により問題なし。強いて言うなら見せ場がないのが問題だがな。それは言わないで。結果楽勝で24の波、勝利だぜ。これで合計19ポイント。バリスタ解放したいけど前提条件がわからん。あ、そうだ、時のくさび使って繰り返して検証しよう。いやそれは無魔に破れる未来を回避する手段であって。黙らっしゃい、便利なものは使うんだよ。なんかずるい。こうして何度かタイムリープして、ミスト凝縮器が必要だと判明。時のくさび使うとイリスの体にえらい負担がかかるらしいのになんとひどいことを。そんなんただの設定だよ。さてお次は砲撃手の作業場をアンロックと。
そしてやっとバリスタ兵をアンロック。早速砲撃手の作業場を建設だーってミスト燃料がない。なるほど、ミスト燃料がないと建てれないからこの凝縮機ってのが前提条件になってたのな。んなわけでミスト燃料を手に入れようと霧の濃い場所を探してるんだけど、薄い関所前か。建てても即日壊されそう。そうなると荒い関所と箱根の横の壁の間の、この霧が濃い場所を確保するのが良さそうかな？そこを使うにも新たに防衛を構築しないとだな。幸いにも現在我らの資材は潤沢である。これを機会に領地を拡張するぞー。いざいかん、ミスト燃料を確保するのだ。ここの石材も確保したいところだけど、今回は守りやすいこの手前に壁を築くぞ。この隙間を塞ぐだけなら簡単だぜ。石タワー先輩、もらってきまーす。やっててよかった平積備蓄。最大高度30の足場だー。攻めてくるなという確固たる石。ワンオペー、今度は左を塞ぐから石膏ダッシュだー。一人激務でかわいそう。さて視界が確保できたらここに壁を作りま。うわぁ、大量の沼だー。ワンオペ危機一発。なんとか荒い関所に誘導して駆除成功。ワンオペは無事生存できたけど、作業の進捗が遅れちまったぜ。で夕方になってしまい拡張は中断。今夜の襲撃は薄いと荒いの関所か。石材の節約をしようと、基礎は縦長のまま上だけ横長にする工法をお試しで導入。なお、うっかりリサイクル時に在庫を溢れさせ石を消滅させております。ああ？さあ肝虫どもよかかってこい。新たな工法に生まれ変わったこの壁、壊せるものなら壊してみよう。などと言っておりますがこちらの工法、上が崩れにくくなる代わりに沼が下に潜り込んでしまい、そこが四角になる欠陥構造だったりします。そして反対側の荒い関所も何の変わり映えのない楽勝。絵面が地味で困るぜ。てなわけでまたまた楽勝の25の波でした。これならもっと沼増えてもいいから、ポイント増やしてほしいまであるぜ。さあワンオペ石膏、壁建築予定地を偵察するのだ。今日は沼いないみたいっす。視界確保完了。これからここを防衛拠点とする。大穴開いてて工事難しそうだな。とりあえず平らなところは他のところと同じ感じで壁建設。問題はこっちの大穴だよな。って石材もうなくなるぞ。まあ今の在庫じゃ足りないのは想定内なので大丈夫。足りない分は荒い関所解体して持ってきますので。新荒い関所として生まれ変わるのだ。戦国時代とかでも古いお城の石材再利用とかしてたみたいだし、この世界でもこの手段は有効であります。で頭を悩ませた大穴の部分の壁は、石材節約のために少し低い位置で平らにならしました。全部同じ高さにするのは綺麗だが、さすがにコストが高くつくぜ。荒い関所解体するから移動お願いしまーす。はい、はけてー。新たな荒い関所は壁に段差ができてしまったので、ここは階段で行き来できるようにしようかな。なんかガタガタしてて、だってならばバリスタ兵も解放したし防衛も余裕あるし、ここは一挙木材パック解放しちゃおっと。ついになくても生きていけるものにポイントを使う気になったか。これで螺旋階段が使える。これで見た目もスッキリだ。でも結局別の方法の方が兵を置けるスペース増えるんじゃね？と気づき作り直した。結局効率重視の霊夢であった。さて荘厳の旗と地獄の矢もホイホイホイっと。確実に火力が上がるこれらは、もう欠かすことのできないアイテムだぜ。です。それでは旧荒い関所完全解体だー。関所に敬礼今までの防衛ありがとうございました。移築先でも活躍を期待する。解体した石材は穴を埋めるのに利用しました。修理が面倒そうだからここはなるべく壊されたくないぜ。一応沼よけにトゲトゲも置いときましょ。できれば左側に沼が流れてくれるといいな。荒い関所、移築完了だなかなか立派な防衛施設ができたぜ。今日からここが貴様らの職場だ。我らの繁栄のためここを守り抜くのだ。ではやっとこそ安全確保できたので、ミスト燃料機を設置しましょ。採取する範囲で最大10か、設置場所に注意だぞ。あいよ。そしてここで夕方となり波の予報チェック。箱根と薄いとなり、そして新たに完成した荒い関所だな。新荒い関所、初陣じゃあ。さあ新しくなった荒い関所のデビュー戦だ。華々しい勝利で飾るぞー。魚海戦同時に一気に来た。今までとは少し様子が違うな。うて肝虫どもを殲滅だー。あれ？肝虫の色変わってる？白濁のバーミン、群れをなす沼。色違いの肝虫っぽいな。HP 同じっぽいけど強くなってるのかもな。色が変わろうとも問題ない。やることは同じだ。ぶっ転がせー。やっはー、肝虫どもを殲滅だー。
ゲのところも攻撃されず左側に誘導できてるし、荒井関所移転は大成功だぜ。人数が少なくて箱根関所が少し苦戦したけど、荒井関所からイリスちゃんも応援に回って無事撃退。でも3枚目の壁まで到達されたし、白の肝虫それなりに強いのかもしれんな。これにて第26の波勝利、勝ち時を上げよ、あったどー。ゲットしたポイントで軍事力アップ。広くなった領地のカバーがしやすくなりそうだ。では新荒井関所のデビュー戦も終わったところで壊された壁の修理をしつつ今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。領地を拡張しミスト燃料を手に入れバリスタ兵導入まであと一歩。しかし敵も新たな種類が登場。果たしてレイムは生き残ることができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。